外水槽で手びれに何かがついている子を発見。向かって右の手びれに茶色い吸血ミミズのようなものが。実際は枯れた苔か何かだったのですが、この時点では吸血虫の可能性も考えていました。朝見て夕方に見てもまだ取れていなかったので、手で作ったお玉に水中でメダカを乗せてヒレをこすってみたのですが、食い込んでいるのか取れず、ただ手のお玉の中から逃げようとしなかったので、本人も取ってほしいようだと判断。ここからは実際に撮ってみた時の映像なのですが、撮影があまりうまくいかず、ほぼ私の手がかぶってます。とはいえ流れは見えるので、想像力とともにご覧ください。はじめに先の丸いピンセットを用意します。尖ったものは万が一にも魚体に刺さってはいけないので、必ず刺さる危険のないものを使います。まずはこちらの目的を伝えるところから始めます。このように患部にピンセットを近づけてみたり、手で作ったお玉にメダカを乗せて患部にピンセットを近づけてみたりすることで、何をしようとしているかをメダカに分かってもらいます。この分かってもらうという工程がとても重要で、ここを省くと絶対にうまくいきません。もしここでひどく暴れるようであれば、ここから先は何一つうまくいかないので中止です。遠浴や薬浴などで様子を見ましょう。うちのメダカはある程度私を信じてくれているので、確認の作業が終わったらまず水を減らします。絶対に押さえつけることなく、少し動きを制限してメダカのヒレをつままないよう気をつけながら、ここで絶対に押さえつけてはいけない理由は、万が一ヒレを挟んだ時にメダカが暴れることで、やめろ、ストップといった意思を伝えられるようにです。押さえつけなくてもメダカが状況を理解しているので、必ずやりやすいように協力してくれます。私の利き手に合わせた向きに泳ぎ変えてくれる勘のいい子まで存在します。こういった理由からピンセットでつまむとき、いきなりギュッといくのではなく、じわーっと閉じることで、メダカに怪我をさせる心配がなくなります。こういった注意点を把握して、もう一度確認の作業が終わったら、まず水を減らします。絶対に押さえつけることなく、少し動きを制限してメダカのヒレをつままないよう気をつけながら、素早く目的の吸血虫を取り除きます。実際の作業時間はこのようにわずか10秒程度です。30秒を超えてしまいそうな時は潔く諦めます。 2,3 日経ってまだ取れていないようなら、その時改めて挑戦することで、 2,3 日で異物に嫌気がさしきっているメダカの協力もかなり得やすくなっています。取ってしまえばこのように虫ではなかったようです。ヒレが少しボロついていたせいで引っかかっていた模様。この後は中水槽へ移して数日様子見をします。季節の変わり目はこのようにトラブルが頻発するので、毎日丁寧に観察をしてケアをしていきます。